いやこれはもう予想できるもんね。僕は優勝ですねこれ。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト菊池正義さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんですけども、シールドケーブル界。マニアックなところへそうですよね。いらっしゃい。エレキギターって弾くときに必ず使うじゃないですか、シールドケーブルって。そうだね。プロの方ってどんなことを気にして使ってるとか選んでるとか、僕も聞いたことないし、これちょっと一本動画にしてみてもいいんじゃないかなと思いまして。しましょう。菊池さん、シールドケーブルって買います？買いますよ。それは買わないとね、音出ないんだよね。どういうところをこう買う人は気をつけたりすればいいですか？まず音。はい。音質、好みかどうかですよね。で、それは例えばギターとの相性、アンプとの相性があって、僕は最終的にはギターとアンプが決まってから決まりましたね、シールド。深い。でもそれは確かにそうかもしれない。実は。なるほど。音質は一番大事ですと。あと僕2つ目に多分これが来るんじゃないかなと思うのが、取り回し。全く同じこと。やったぜー。癖が強いケーブルとか、太すぎるとかっていうのは結果足元で邪魔になっちゃうんですよ。わかります。だからその取り回しはまさに大事。あとはやっぱり頑丈ですね。頑丈。頑丈。耐久性。めちゃくちゃ踏まれるんですよ。誰に？いろんな人に。みんなね、気をつけてねって言ってるんですけど、後ろ向きでマイクセッティングしてる人たちが踏んでいるとか結構あるんで、僕は丈夫っていうのがなるほど。3つ目丈夫。はい、その3つがかなり重要かと思います。あとやっぱパッチケーブルですよね。はい、本当に。そこもまあやりましたよね。そうですよね。菊池さんのケーブル結構パッチケーブルがこうもう集団で変わってるのを何回かお見かけしたことあります。集団でやると大変なんですけど、いろいろね。パッチケーブルも気をつけることとか大事なこと。そうですね。やっぱり音質、ほぼシールドと一緒で音質、柔らかい取り回し、太さもありますし、やっぱ頑丈ですね。やっぱパッチは振動も多い。しかも僕たち楽器を預けるじゃないですか、トラックに。そうですね。振動が多分半端ないと思うんですよ。いや、それね、僕もちょっとあって、やっぱりボードをカートにこう巻きつけてこう移動とかしてたりすると、ライブハウスまでの道が結構なんかガタガタ道な時があって、すっごいガタ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 ってやって、でもしっかり固定はしてるし大丈夫かと思ってリハ行ったら音なんないんですよ。あるんですよ。振動かなり敵なんで、そこでですよ。最近僕が使ってるのは親出さんのソルダーレスなんですよね。こちら菊池さんのボードでございます。こんな感じになっておりまして、全親出さんですか？全親出です。これは今日ね、この後ねちょっと作ってて紹介もさせていただくんですけど、ちなみになんで親出さん使ってる？知り合いにいいのあるよって言われて、じゃあちょっとやってみるって言ってやったら最後でしたね。それは良かったから。音マジですか？音も良かったし、あとねちょっとマニアックなね現象もやるんで、そうなんですね。そうなんですよ。こちら本日親出さんの菊池さんが使っておられるシールドケーブルになってまして、これ新しいやつみたいです。特徴がソルダーレスケーブルでございますと。ハンダは使わない。そうなんです。それがまずね最大のメリットで、不器用な人でも、僕がハンダっこで本当に下手くそで、とてもじゃないけどできないんですよ。でもいらないじゃないですか、このシリーズ。そういらない。それがね最高です。加えてプラグに挿して工具で止めるだけって感じなんですけども、これが結構すごい特許確か取られてる感じのやつなんですけど、グッグッグッって締めていくと外からこの刃がグイッて組み込むんで、それで固定されます。じゃあ切ってみようかな。切るとですね、断面がちょっとねこう楕円形になるんですよね。これはどうしてもギュッて押されちゃうんでしょうがないんですけども、親出さんの推奨はこうやって机でこうクイクイって回す。僕は結構ねこうギュッギュッてこう手で自分でやっちゃってた。円形であった方がトラブルが起きにくい。しっかりね。はい、そうですね。プラグ俺知らないやつなんだけど、新しい方はですね、これ金ですよね。そう金メッキになっていて、これねちょっと後でね音聞き比べしましょう。金メッキの方がレンジが聞いてないよ。レンジが広い、なんか新しいらしい。なるほどね。でここにグリグリっと奥まで刺すって感じですね。でそれをある程度まではね手で締めるんですけど、この付属のスパナで片側を押さえつつ、これでこうねじっていきます。
今何が起きてるかっていうと、さっき言った皮膜を破るんだね。そう皮膜破りつつロックがされるっていう。なるほどなるほど。ギュッギュッギュッとね、結構いきましたね。はい、はい、もうカッチカチです。いやもうこれだけっていうのが結構楽っすね。反対側の時に僕意外と気をつけるのが、このエフェクターが外側にこう来るように意外と向きもちゃんと考えたりして、そうですね、これ同じ方向向いてるとねじることになるので、そうですよね。僕はこの時は上側にこう持ってきます。さすが。はい、パッチの時はね。でも楽しいんですよね、なんだかんだ。いやこれね、これやってボードが仕上がると嬉しいんですよね。そうなんですよ。綺麗に仕上がるし、もうできた。はい、もうできました。これで外側な感じでね。すごい。はい、いいですね。はい、じゃあ作ったやつを試していこうと思います。こちらが菊さんが今使ってらっしゃるノーマルのやつでございます。こちらのケーブルの方が 102SSC っていう親入れさんの下から上まですごく綺麗に通すケーブルを使われていて、プラグはさっきの金メッキと比べると少しちょっとレンジは金メッキと比べると狭い。ニッケルっていう素材を使ったプラグ。そういうのわからないで使ってる人が多いと。いやまあそうですね。こっちもその流れで説明しておくと、銀メッキの施された洗剤が中に入っている。こっちは中域が結構あったかく出るらしいんです。ちょっとまだ聞いてないんですけど、でこっちの金メッキはこっちと比べるとワイドレンジなんで、組み合わせというかどんな感じの音をするのかをいきましょうか。一旦ちょっとこのパッチケーブルなしの、いい音しております。基準になる、菊さんが今使ってるやつね。よいしょ、どうでしょうね。どうですかいつもの感じ。おお、じゃあこれがどう変わるか。そうだね。こちらに変えてみますね。なるほどね。わかりました、皆さん。なんかこっちの方がケーブルの持ってる中域のあったかさみたいなのが出るね。でも上もちゃんとあったな。印象だとこう W みたいな。なるほどね。中域がしっかりあるけど、かといって低域広域がないわけではない。そうだね。そういう感じがした今。間僕たちのトーク挟んじゃったんで、トーク挟むのなしで弾き比べいきましょうか。どっち好きですか？結構違うな。結構違いますね。やっぱ慣れてるのはニッケル黒だけど、ジャズの人とかこっち好きかもね。面白いな。でね、菊池さん、ちょっと親入れさんに聞いて作ってみたんですけども、これ黒金。いや、これではもう予想できるもん。マジですか？これ何を作ったかっていうと、この白が中域をすごいこう暖かく持ち上げてくれるじゃないですか。でこの黒がワイドレンジですと、プラグはこっちの金メッキの方が帯域はすごく広い。僕の感覚なんですけど、帯域も広いんだけれども、中域もね、なんか金メッキ独特の味みたいなのあるんですよ、金メッキのプラグって。全体的にこうワイドレンジなんだけども、中域もギターの美味しいところもしっかりこう考えてくれる。これが実際人気らしくて、そんなん言われたらちょっと気になりません？やってる人がもういっぱいいると。親入れさん情報によると、そんなわけないやろみたいなやつでしょ。いきますよ。はい、やっぱレンジ感あるな、こっち。ありますね。これ好きかも。これちょっとピックお伺いして、聞いていいですか？でここからこれに比べると、そのプラグの差が分かる。ケーブル一緒。ケーブル一緒、プラグだけ違う。これ
菊池さんのいつものボードの音してる、菊池さんのボードってこのいつものこの菊池さんのケーブルとパッチケーブルこれじゃないですか、これですよ。そうだね。でもこっちがいいな。マジで？いや個人的な好みを弾きやすい。おお、もう一回行くか、もう一回行くか。なんかマニアックな動画になってますね。はい、行きましょう。僕これ好きです。いやこれいいよね。いいですね。多分聴いてる人と弾いてる人って結構違うんですよ、聞こえ方で。タッチに対する音色がこっちが正しい。おお、正しい。俺が思ってる弾き方と音が伝わってる感じが。へえ、黒金。黒金。うわー、マジか。俺100本ぐらいあるんだけど全部今から金に変える。いや、いいと思う。はい。これもあったかくて、それこそやっぱジャズとかアンプがすごいギラついちゃう時とかはもうすごくこっちの方がいいかもしれないね。安定感がありますね。そうね、やっぱほら最初に言ったアンプとギターが決まってからケーブルを決めるのがあるから、それがこれか。はい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 。やっぱいつもの菊池さんの音だ。ごめんなさい、皆さんちょっと分かんないと思うけど僕めっちゃ知ってるんで。そうだね。優等生。はい、もう僕は優勝ですね。おで、今こう1個じゃないですか、パッチが。でやっぱ本数を重ねるごとにやっぱ多少劣化していくんで、どうしてもね。その時にこれぐらい上が出てくれてると劣化も少ない気がする。それ大事なんですよね。そうやっぱり上から肺がやっぱり落ちていくんで、肺がしっかりちゃんと残ってくれてる。いやー、買います聞いちゃうとダメなんですよ。いや、そうっすよね。ミュージシャンってそういうところはちょっと良くないというか。いや、そうなんだけど、いいもの、こだわりがね。そう、いいものを知ってしまうと、全部それにしたくなる習性がある。素晴らしいです。はい、というわけで皆さんどうでしたでしょうか。こうやってね、L が6個入ってるやつと L が12個入ってるやつとかもあるそうなので、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。菊池さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。楽しかったっていうか、発見しちゃいましたね。皆さんもぜひ概要欄チェックしてみてください。それじゃあ皆さんありがとうございました。またの動画で。